今回はペン先 N 型を使ってトウモロコシの先のようなペン先を作っていこうと思います。以前にもこのトウモロコシ型みたいなペン先を作る動画を上げたんですけども、確か2回に分かれてるんでちょっと分かりづらいかなって思うので、もう一回作り直してるんですが、この N 型を加工して、実際はこういうような上と下を削って、さらにこの横両脇を削ってこういう形にするっていう、ただそれだけなんでそんな難しくないんですけど、カットするところはこんな感じですね。この N 型だとすると、まずこの上の面と下の面をこれ斜めにカットします。これをですね、まずやっていこうと思います。削るには100均のダイヤモンドヤスリですね。これはダイソーさんかな。で、鉄粉が出るのでティッシュかなんか引いて、これでですね、こうゴリゴリゴリってやっていくだけなんです。結構すぐ削れます。多分力なくても女の人でも軽く削れるかなと思うので、これをですね5分から10分ぐらいガリ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 やるんですね。あんまり持ってる方いないかもしれないんですが、グラインダーとかそういうものを持ってればそういったものを使って削ってもいいと思います。ちょっと削ってみますね。今4分ぐらい削ったんですけど、上下でこんな感じですね。もうちょっと角度なだらかの方がいいかもしれないんですけど、角度はやりながら角度は調整していけばいいんで、最初はあんまり削りすぎない方がいいかもしれないですね。最初削るときですね、ここの幅を少し残しておいた方がいいかなと思います。これ、かなり尖らせてるんですけど、これもですね、完全に尖ってるわけじゃないんですよ。少し厚みがあって先が丸まってるんで、この厚みがないとソフビを盛りをした時に線が出ちゃうんで、あんまり削りすぎない方がいいかなと思います。じゃあちょっともう少しだけですね、斜めに削ってみますね。絵が下手くそなんですけども、こう見た図ですね。こう見た場合に、ここが斜めの部分なんですが、ここをこう削ります。この白い部分、緑の部分と言えばいいんですか。これでトウモロコシの形を作るんですね。だからこっち側とこっち側をまた同じように削ります。今度こういう感じに立てて削ります。はい、こんな感じでどの面がどの方向かは分かんなくなっちゃったんですけど、こういう感じにします。だいたい似てますよね。このままだとここの角がですね、角張ってて当てると線がついちゃうんですね。それなのでこれみたいな感じで結構こう柔らかくカーブかけるような感じでこのエッジを取ってきます。削るときはダイヤモンドヤスリを持ってこの角を丸くしてあげる感じで削りますね。これこう置いてもいいんですけど、置いた方がこっちの方が楽ですね。何でもいいんですけど、動かしながらこう丸く全部丸くします。でかなり丸い方が跡がつきにくいので、まん丸でもいいぐらいですね。じゃあこのぐらいにしときましょうか。こんな感じですね。先の方はですね、平たい部分をちょっと残しておきたいんですよ。こういうような感じで。横から見るところで尖ってるんですけど、もう一個の方向から見ると少しこの先が平らになってますよね。この平らな部分でソフビ盛りをしていくので、そこを残しながら、ここの先もですね、角を取っていきます。ここは本当に好みなんで、厚くするか、薄くするか、細くするか、太くするか、それはいろいろ試すといいと思います。だから最初に削りすぎないようにして、どんどん
自分の形、好みに変えていくっていうのが、この N 型のいいところなんで、そういうようにやるといいと思いますね。この角もですね、取りますね。この角もちゃんと取りましょう。テストはこういうソフビ片を用意するといいですね。なければヘッドキャップのヘリとかですね、実際にもソフビ盛りを試しちゃうっていうのもいいかもしれないんですが、これでソフビ盛りをしたときに、先っぽは跡がつくのはしょうがないと思うんですけど、こう斜めにやったときにですね、ここのエッジがパッとまっすぐ線が入らなければ、だいたい丸みがの付け方が OK みたいな感じになるんで、ここはちょっとお伝えが難しいですよね。こういう感じの、後でまたドアアップでやろうと思うので、まだエッジが残ってるんだったらこれで冷やしてヤスリがけしてあげればいいので、全然焦る必要はないです。熱が取れたらこの400番ぐらいのヤスリで表面のこのヤスリのザラザラをですね削ってあげます。この隙間が結構最初の頃ですね焦げて削ったので、あらかじめ先に削っとくといいと思います。完璧にきれいにすることはないので、ザラザラ感が取れたらいいかなと思います。この先っぽもちょっと忘れずにですね、やっておきましょう。はい、作ってみたのはこんな感じですね。私が作った右側の方が細いんですけど、こっちはちょっと厚いですね。で、これ何が違うかというと、細い方は目頭のこの細いところとか入れやすいんですけど、こっちは厚みがあるので、そういう作業がやりにくいかもしれないので、薄くしてあげればこういう感じの細いペン先が作れますので、好みに合わせるっていうのをやっていくといいと思います。これ何かというと、元の標準でついている先の尖ったペン先なんですけども、先のとんがったところを全部削ってですね、こういう感じの平たい円形に削りました。でこれを作っとくと何でいいかっていうと、私はもう一本 N 型を用意してこういうのを作ったんですね。なんでかというと、この元のペン先ちょっと取っといた方がいいかなと思ったんで N をもう一個買って加工したんですけども、実際元のペンでほとんど使わないんですよね。こっちのトウモロコシ型を作れば必要のないので、そしたら N 型わざわざ買う必要はないかなと思って、この元の先を削っただけです。でこんな感じでやるとソフビの鳴らしがすごいしやすいので、これは本当いいかな、あった方がいいかなと思います。で、標準のペン先は残しておきたいっていう、でももう一個作りたいっていう場合はもう一個 N を買ってですね、これを作るといいと思います。で、それの作り方なんですけど、これもほとんど同じなんですが、さっき動画ちょっと撮り忘れて少し削ってしまったんですけど、これ元の削ってない N 型だとすると、これをですね、このヤスリでまたこの円形になるように角をどんどん取っといてあげる。削ってあげます。ゴシゴシゴシと。これだけです。とても簡単です。でこれもエッジが出ないように、こういったところですね、丸くエッジがないように削ります。こんな感じでできました。これは円形にするというより半円みたいな感じの仕上がりですね。ある程度できたら、これも同じように400番のヤスリで表面をきれいにしてあげます。じゃあ出来上がったものを比較していきます。このトウモロコシ型はこんな感じですね。だいぶ形は違いますね。こっちの方が少しこう細いっていうんですか、この根元まで削ってる感じです。多分これですね、ソフビを当ててる時にここが当たるんで、ここまで細くしたんだと思うんですよ。ここ削って、で先っぽもかなり細くしてるんで、多分これちょっと厚いんでやりづらいかもしれないですね。だからもう少し細くした方がいいですね。で N 型のこっちの、これちょっと丸くしすぎちゃいましたね。もう少しこういう感じで、この円の前面でソフビ盛りできるぐらいの、感じでもいいですね。
これもこれ当ててみてどうかっていうのを試してみるといいと思います。これは元のペン先ですね。先っぽ削ったもの。これでこういう感じで当てていくことができるので、こういうものを作ればかなりですね、側尾盛りがかなり楽になるので、ぜひですね、こういうものを作って側尾盛りが楽になるように、されたら、いいんじゃないかなと思います。はい。最終的に削ってこのぐらいの細さまでしました。多分このぐらいだったら大丈夫かなと思います。はい。はい。ということで今回はこれで動画を終わろうと思います。次の動画でお会いしましょう。それではまたね。バイバーイ。